上がってくるっていうようになって広げるように後ろの羽が気にならなくなっていると思います。こんにちは、服工房の村です。今回は、背中が曲がっている時の、後ろ身ごろの羽っていうのを直す型紙の修正方法を説明していきます。ぜひ見てください。このように背中が丸くなってくると、ここからここまでの距離が長くなってしまうので、どうしても前よりも後ろがこういうふうに上がってきます。でこの丸み具合っていうのは人によってちょっと違ってくるんですけども、こう丸みが大きくなればなるほどここも上がってくるっていうようになって、着ていてもちょっと気になるっていう方もおられたり、生徒さんなんかでも気になるから最近型紙を直したいって言われる方もおられたり、あと家族でお母さんとか親戚の方とかがちょっと背中が丸っていつも背中が出ちゃうっていう方もおられたりして、修正したいっていう方もおられるので、今回はここの距離を長くして前がこう後ろがこう上がって見えない、そういう型紙の修正の仕方をやっていこうと思います。それでは修正をしていこうと思います。これは簡単な丸首の、T シャツタイプのブラウスなんですが、いろいろと応用してもらえたらと思います。まず前身ごろはこのままでいじりません。そして後ろ身ごろとお袖だけで変える方法をしていこうと思います。これはここで展開をして袖も展開をしていくんですけど、一番簡単な方法になります。背中の丸みももう人によって様々で、だいぶ丸くなっている方はまたもうちょっとダーツを取るとか、この修正ではなくもうちょっと丸みを出す方法もあるので、もしそういうのをやってみたいっていう方がおられたら、またコメント欄に書いていただきますと、そちらの修正の方も紹介しようと思います。それではちょっと簡単な丸みをカバーする型紙の修正方法をしていこうと思います。まずこれは後ろ身ごろになります。後ろ身ごろのこのアームホールの真ん中で切り開きをまずしていきます。かま底から直角に線を引いてもらって、ここと背中心の後ろ襟ぐり、後ろ中心の部分を半分、その半分の位置に直角線を引きます。次にお袖もこの袖山の半分の位置、地の目に対してこう地の目を合わせて折ると直角線が引けるので、こういうふうにすると測らなくても真ん中が分かるようになります。真ん中の位置が。これで今ここ中心とここも中心ということになります。これをこう切って修正していく方法もありますが、まずこの型紙を取っておきたいっていう時には写しながら修正をするといいので、まず写しながら修正をする方法でしていこうと思います。まずはいい大きさの紙を入れます。これが身ごろ用。これが
袖用です。まずは後ろ中心の線を引いていきます。で、この線から上を写します。ここで平行に 1.5 センチほど開きます。これは不足分っていうことになるんですけど、あんまりだいぶ曲がってて不足分が3センチとか4センチだったっていう時には、ここで全部開いてしまうとちょっと開きすぎになるので、1.5 センチ程度、2センチまでぐらいが良いと思います。今回は 1.5 センチで開きます。今ここで 1.5 センチ平行線を引いたんですけど、後ろ中心を合わせて平行にずらして 1.5 センチここで開いて写していきます。こんな風にここで開いて写しています。比べるとここからここの長さが 1.5 センチ長くなっています。次にこの部分は自然につなげていきます。だいたいここではもう 1.5 センチ直線気味なので、大きくなってます。これで次お袖を広げていきます。お袖も先ほどのこの展開線、前は寸法が修正していないので前の周長は変わらないですが、後ろだけここ開いてる分、ここでパカッと開きます。なのでまず最初にこの部分写します。地の目も一緒に写します。これでここを起点に広げるように、ここがパカッと開くように合わせます。ここを起点に開くイメージですね。これ紙の上で開くっていうのがもしやりにくいという方がおられたら、紙自体を広げても良いです。ここを広げる時がちょっと難しいんですけども、後ろのこの 1.5 センチ開いたので、ここも 1.5 センチで開くと、どうなるかというと、これで 1.5 センチ開いて、ここを起点に 1.5 センチ開いてるんですが、これをつなぎ直すと、まずここからここまでの距離を測ります。これで 1.4、 この型紙ではですけど 11.4、 ここからここの長さが長くならないといけないんですけども、1.5 開いただけだと、これをだいたいこの開いた分の真ん中あたりを通るようにここをつなぎ直してくるんですけど、この合い印からこの合い印まで測ってみると 11.1 しか
11.1 しかないので、あと3ミリより多く開かないとこの後ろのこの寸法にはならないことになるので、ここは 1.5 ではなく、今 1.5 開いてあと3ミリ足らないなっていう感じだったので、プラス3ミリをするとか、プラス3ミリ開いて 1.5 を開いたけど、ここでは 1.8 とか 1.9 を開くとこの長さが合ってきます。これでだいたい開いたのの真ん中、気持ち外側を通るようなラインでこうつなげてきます。これで寸法を測ってみると11.4 OK ですね。この距離とこの距離が合えば OK です。この状態で続きを写していきます。合い印も一緒に写します。これで写してくると少しこの辺りがえぐれてしまうので、この辺りはえぐれがなくなるようにつながりよくつなぎ直します。で、袖山の合い印もちょっと入れておきます。この地の目の延長よりちょっとずれてきます。こんな形になりました。結局ここで開いたのは 1.9 センチ開くと周長が 1.5 センチ、この開いた分の 1.5 センチ長くなることになります。この部分の寸法調整をするのが、ちょっと難しいと思うんですが、こういうふうに修正をすると良いです。もしもこの写しながら開くっていうのがよくわからないなっていう方がおられたら、これはもうここをチョキチョキハサミで切ってここちょっと残して切るといいです。5ミリぐらい。この部分は少し残しといて、こう切り開けるようにするとこんな感じですね。ここをこう開きながら、この寸法をこう見ながら、このぐらいだなというところを見つけて、下に紙を引いてここをテープで留めるっていう修正の方法もあります。これでこの後ろ身ごろの切り開きと袖の切り開きはできたんですが、後ろが上がってしまう、っていうのはちょっと嫌だわっていう方は、私は先ほどここでもこう出してたんですけど、後ろの裾でも出すとより後ろの跳ねない型紙になるので、最近は後ろがこう長くなってるデザインも多いので、ここは好みで下げたらいいんですけど、私先ほど 6.5 センチ下げてました。こういうふうにここ直角に、もうあとここはデザインなのでこんな感じに、前はもうちょっと短くしようかなという感じだと、こうちょっと短くしてもらって、こうつながりの良い
ラインに引いてもらうと、後ろの丈を長くして前をちょっと短くするとバランスの良い裾のラインになってきます。こんな感じで修正してもらえたら、素敵な、体に合った型紙で洋服ができると思います。これが修正してきた型紙で作った洋服になります。この辺りで長さの不足分を開いたことと、あと裾で長く、後ろだけ裾で長くしたことによって後ろの羽が気にならなくなっていると思います。こういうふうに型紙を修正してもらうと着やすい服になりますので、是非やってみてください。